服はたくさんあるのに、着たい服がなかなか決まらない。毎朝クローゼットの前で、今日は何を着ようと迷っていませんか？まだ着られる。高かった。いつか着るから。そうして残してきた服が、実は今の暮らしを窮屈にしているかもしれません。服を上手に減らせる人はいきなり捨てようとはしません。今自然に手が伸びる服を先に確かめるからこそ、着ていない服にも無理なく見直せるんです。今日は迷わず進められる洋服整理の順番を一緒に見ていきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。服を整理するとき、多くの方はまずどの服を手放そうかと考えます。1年以上着ていない服、譲り受けたものの袖を通していない服、痩せたら着ようと残している服、こうした服から見直そうとすると、一着ごとに迷いが生まれ、なかなか判断が進まないものです。でもそれは決断力が足りないからではありません。一着ごとに残してきた理由があるからです。今日は自分の服のことは後回しにするうちに、いつの間にか服が増えていた60代主婦の田中久美子さんを通して、迷わず進められる洋服整理の6つの手順を見ていきます。よく着る服には今の自分に合う服を見分けるヒントが隠れています。この動画を最後まで見ていただければ、服の断捨離で最初に何を確かめればいいのか、そしてどうすれば後悔なく手放せるのかが見えてきます。着たい服がすぐに見つかる、そんなクローゼットを一緒に作っていきましょう。洋服整理を気持ちよく始めるコツ、それはクローゼットの服を一度に全部出さないことです。洋服の断捨離というと、服を一度すべて出して残すもの、手放すもの、保留、この3つに分ける方法をよく耳にします。確かにその方が早く片付くこともあるかもしれません。けれどこのやり方では1着ごとに3択を繰り返すために想像以上に気力を使います。手に取った服から1着ずつ見直すうちに、だんだん手が止まり、途中で諦めてしまったことはありませんか？何より避けたいのは、服の量に圧倒され全部出したまま収集がつかなくなること。だから最初は一度に広げすぎず、長袖ニットだけ、スカートだけ、ワンピースだけ、そんな風に今日中に見直して、無理なく元へ戻せる量だけを先に決めて始めることなんです。かつての久美子さんも洋服整理のたびにクローゼットの服をベッドの上へ全て出していました。けれどこれはまだ着られる、これはもう少し考えたいと迷ううちに、山のような服を前に思わずため息がこぼれます。夕方になり、結局ほとんどの服を畳む余裕もないまま引き出しへ押し戻すことに。ベッドの上には戻しきれない服が残り、引き出しもきちんと閉まりません。片付ける前より使いにくい状態になってしまいました。そこで今度はクローゼットや衣装ケースの中からスカートだけをまず集めてみました。あちらこちらにしまっていたものを並べてみると、似たような色や形のものが何枚もありました。スカートだけでもこんなにあったのね。持っていることさえ忘れていた1枚も見つかりました。夏用と冬用に分けながら順番に確かめていくと、来年も着たいもの、娘が着るか一度聞いてみたいもの、そしてリサイクルへ出すもの、集めたスカートをそれぞれに分け、その日のうちに全て行き先を決めることができました。スカートだけに絞ったことで似たもの同士を比べやすくなり、1枚ずつの判断もしやすくなったんです。ベッドの上に何も残っていないのを見て、久美子さんは
ようやく肩の力が抜けました。これなら来週はブラウスもやってみよう、そう思えたんです。もし衣装ケースが家のあちらこちらにあったり、同じ服を集めるだけでも大変なら、引き出し1段分だけ、ハンガー5本分だけ、こんな風に絡まった糸を少しずつほどくように、今日の自分が無理なく元へ戻せる量から始めてみてください。できる範囲を気持ちよく終えて、それを少しずつ繰り返すことが、やがて着たい服がすぐ見つかる使いやすいクローゼットへつながっていくんです。こうして見直す範囲を小さく決めたら、次は服を分けていきます。けれど着ていない服から見始めると、まだ着るかもしれないと迷ってまたすぐに手が止まります。だから服の捨て活の順番、2つ目は捨てる服ではなく、今よく着ている服から見ていくことです。あなたも服はたくさんあっても、結局いつもの服ばかり着ていませんか？今の自分に必要な服を教えてくれるのは、長く着ていない服ではなく、自然に手が伸びている服です。つまりこれから着たい、いつか着るかもという気持ちより、最近実際に着たかどうか、その事実から今の暮らしに必要な服を見ていきましょう。久美子さんもある朝、自分が自然に選んでいる服を改めて見てみました。ハンガーをガチャガチャと行ったり来たりせず、すっと手が伸びたのは、肌触りの良い薄手のカーディガンと、腰回りが楽な合わせやすいジーンズ。どちらも特別に高かった服ではありません。けれど組み合わせに迷わず動きやすい、着ている間も窮屈さが気にならない。久美子さんはこうした服にこそ毎日の支度を助けてもらっていたことに気づきました。朝迷わず手に取れて一日を気持ちよく過ごせる、それこそが今の久美子さんにとっての大切な一着だったんです。あなたのクローゼットにもそんな服がきっとあると思います。そしてよく着る服、時々着る服、しばらく着ていない服、この3つに分けてみてください。これから着たいかの未来ではなく、最近実際に着たかどうかで分けていきます。ただ冠婚葬祭で着る服や季節の限られるコートなど、回数は少なくても必要な時に欠かせない服もあります。だから着た回数だけでなく、今の暮らしでどんな役割があるのかも確かめてみてください。よく着る服にはちゃんと理由があります。着心地が良い、着たり脱いだりしやすい、洗濯が楽、手持ちの服と合わせやすい、顔色が明るく見える。こうした理由がわかると、他の服もまだ着られるかではなく、今の自分に合っているかという基準で見られるようになります。よく着る服の中にこそ、これから残したい服を選ぶヒントが隠れているんです。こうして今よく着ている服が見えてくると、その隣にはしばらく手が伸びていない服も残ります。何年も着ていないのにまだ着られるからと、また元の場所へ戻してしまう、そんな服はありませんか？3つ目は、なぜ着なくなったのかを確かめることです。洋服整理では、1年着ていないなら手放すべきという基準をよく耳にします。けれど実際に目の前にすると、なかなか決められないこともあります。体型に合わなくなった服、手入れが負担になった服、暮らしが変わり着る場所がなくなった服、値段や思い出が心に残っている服。同じ1年着ていない服でも迷う理由は1枚ずつ違います。だからなぜ着なくなったのかを振り返ることで、自分を責めることなく、その服の行き先を決めやすくなるんです。久美子さんのクローゼットにも何年も着ていない淡い水色のブラウスがありました。昔は友人との食事や
改まった外出によく選んでいた一枚です。今も気に入っていて、衣替えのたびに今年の夏こそは着ようと思うのですが、いざ出かける日になると結局他の服を選びます。最後に着た日を思い返すと、首元のボタンが留めにくく、腕を上げると肩周りが窮屈、アイロンがけも少し負担になっていました。昔はよく選んでいた一枚も、今では少し無理をして着る服に変わっていたんです。まだ着られることと今も着たいと思えることは同じではなかったんです。あなたにもいつの間にか選ばなくなった服はありませんか？なぜ着ないのかと自分を責めるのではなく、最後に着た時何が気になったかしらと思い出してみてください。窮屈だった、重かった、顔色が暗く見えた、手入れが大変だった、着心地、見え方、手入れ、まずはこの3つを見るだけでも十分です。そうして1枚ずつ見直していくと、クローゼットには今の自分にしっくりくる服だけがちゃんと残っていくんです。4つ目の手順は、どうしても決められない服にもう一度袖を通してみることです。年齢や体型が変わると、以前はよく着ていた服ほど迷うこともありますよね。デザインは好きなのになぜか着なくなった。着られるけれど今の私に似合うかしら。そんな風に鏡の前で眺めてはまたハンガーへ戻す。それを何度も繰り返していませんか？実際に着て動いてみると、鏡の前だけではわからなかったことが見えてきます。腕を上げた時に肩が突っ張らないか、座った時にお腹周りが苦しくないか、首元や袖口が気にならないか、そしてまた着て出かけたいと思えるか、もう一度袖を通すことでこれからも着たい服なのか答えが見えてくるんです。久美子さんにも好きなのになぜか手が伸びなくなった一枚がありました。明るいピンクのカーディガンです。今の私には少し明るすぎるかしら。そう思うようになり、いつの間にか着る機会が減っていました。ある日、近所へ出かける時にふとそのカーディガンを羽織ってみることにしました。するといつものブラウスや今の髪型にも思いのほかしっくりなじみました。普段は服装のことなどほとんど口にしない夫からも、その色いいねと一言。歩いていても窮屈さはなく、帰宅した後これを着てまた出かけたいと思えたんです。久美子さんはしまったままではわからなかったその服にまだ出番があることを確かめることができたんです。ハンガーにかけたまま眺めていても今の着心地まではわかりません。昔の記憶だけで決めるのではなく、今の体にもう一度聞いてみるように、実際に袖を通してみる。確かめたいのはまだ着られるかではなく、これを着てまた出かけたいと思えるか。実際に着て確かめた答えなら、残すにしても手放すにしても自分で納得して次へ進みやすくなるんです。5つ目は残す量を決めることです。洋服整理というと、洗濯の回数も考えて普段着は何枚あれば足りるか、そんな風にまず枚数を決めることが正解のように思うかもしれません。でも数を減らすために本当は残しておきたい服まで無理に手放そうとしていませんか？必要な服の量は季節や体質、暮らし方によっても変わります。たとえ服が多くても使いやすく暮らしを圧迫していないなら減らす必要はありません。大切なのは何枚残すかではなく、どれくらいなら無理なく収納できるかです。残している服のために今よく着る服の場所が使いづらくなっていないか、そこは一度確かめてみましょう。引き出し1段ならここまで、ハンガーならこの範囲まで、押し込まずに戻せるところまで、それが今の自分に合う服の量を知る
一つの目安になります。久美子さんのクローゼットもハンガーが端から端までびっしり、引き出しも上から押さえなければ閉まりませんでした。着たい服を取り出すと隣の服までついてくる。洗濯した服を戻すにも空いた場所を探して押し込む。服は収まっていても取り出して戻すことが毎日の小さな負担になっていました。あなたのクローゼットも服を一着戻すたびに隣の服をぎゅっと寄せて隙間を作っていませんか？クローゼットにも服が息苦しくならない程度の間合いが必要です。久美子さんはあと何着減らせるかと服とにらめっこするのをやめて、どこまでなら無理なく使えるかと収納の方から考えてみることにしました。今よく着る服を手が届きやすい場所へすっと取り出せて迷わず戻せるか、それを確かめながら今の暮らしに合うスペースを作っていきました。季節外の服は別のケースへ、冠婚葬祭の服は必要な小物と一緒に、思い出の服は箱一つまで、迷っている服も数枚だけ別の場所へ。こうして服の役割に合わせて場所を分けると毎日使う場所に余白が戻ってきました。着たいシャツをすっと取り出し、洗濯した服もそのまま戻せるようになったんです。収納の余白は服が毎日きちんと戻れる小さな帰り道でもあるんです。目安はとてもシンプルです。引き出しなら無理なく閉まるところまで、ハンガーなら押し合わずに戻せるところまで。例えばハンガー1本に3センチほどの幅を取ると90センチの収納なら30本前後です。服が無理なく戻せれば椅子やベッドへの置きっぱなしも自然と減っていきます。残す量を決めるのは自分を縛るためではなく、今よく着る服にゆとりを残すためなんです。こうして残したい服が無理なく収まるようになったら、洋服整理もいよいよ最後の仕上げです。6つ目は手放すと決めた服を家の外まで出すことです。手放すと決めても家の中に残っているうちはまだ片付けの途中だからです。私自身もネットで売ろうと決めた服を袋にまとめたまま何ヶ月も部屋の隅に置いていたことがありました。せっかくなら少しでも高く売りたい、そう思っていたんです。でも写真を撮って説明を書いて出品して、そう考えているうちについ後回しになっていました。その袋を見るたびに早くやらなきゃとやり残した宿題があるようで、なんとなく気持ちが落ち着きませんでした。季節が1つ2つと過ぎ、ようやく考え方を変えて自分の時間や家の中のゆとりを優先してすぐに動ける方法を選ぶことにしました。例えば宅配買取ならわざわざ店頭へ行かなくてもネットで申し込んで段ボールに服を詰めて送るだけ、そんな手間の少ない方法を選んでみたんです。すると袋が一つなくなっただけなのに、部屋だけでなく気持ちまで少し軽くなりました。手放すことは袋に入れたところで終わりではありません。自分が無理なくできる方法で家の外まで送り出す、そこまで進めてようやく片付けが一つ終わるんだと感じました。もし手放すと決めた服がそのままになっているなら、今月中に出品する。それまでにできなければまとめて買い取りへ出す。そんな風に期限と行き先を決めてしまうのも一つです。売る、譲る、回収に出す。状態によっては処分する。方法は違っても今の自分が一番無理なく家の外へ出せる方法を選ぶことなんです。洋服整理はたくさん捨てることが目的ではありません。朝クローゼットを開けた時、迷わず手が伸びる服がある。何枚減らせたかではなく、毎日の服選びが楽になる。それが本当のゴールです。昔の自分に似合った服も、今まで役立ってくれた服も、これから着たい服を知るための
大切な手がかりです。皆さんは着なくなった服をどう手放していますか？コメントで気軽に教えてくださいね。あなたの服選びが毎朝の楽しみになりますように。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。